はい、皆さんこんにちは。今日はね、お茶の研究やってみます。どういう研究をするかというと、お茶って1煎目から2煎目、2煎目から3煎目って徐々に温度を上げて入れることによって味をですね、いろんな味を引き出していくことをしなきゃいけない。そうすることによって味は美味しくなるというふうにね、言われてるんですよ。でも実際これ実験したことないんじゃないですかね。ということで今日は玉露を使ってですね、1煎目、2煎目、3煎目、これ同じ温度で入れた場合と温度をちょっとずつ上げていった場合で味がどう変わるのかというのをやってみたいと、こういうふうな感じで進めていきます。でこれね、今日使うのが京田辺産の玉露。玉露といえばですね、1835年に宇治で小倉もしくはまた違う宇治の中の他の地域っていう、そういう説もあるんですけども、だいたい200年くらい前にもともとその頃あった手もみ宇治茶製法で作られていた煎茶と、あとずっとですね、昔からだいたい秀吉くらいが生きていた時代に茶園に応用していたことが分かっているというこの抹茶を作るですね、大石下栽培というのが組み合わさってできたものなんですね。なので抹茶特有のうまみ甘みをずっとですね、根から養分を吸い取ってきたテアニン、このうまみ成分がしっかりこのお茶の中に入ってるわけですよ。それをうまく引き出すためには低い温度でじわーっとですね出した方が美味しいということで、今回はですね 5g の玉露を、これ2つ入れてます。でそこにですね、このお湯の温度だいたい22ミリ24ミリくらいですかねを入れて出していこうと思うんですけども、これね、お湯の温度これコントロールするのが非常に難しいんですよ。で今これ見えるかな、36度くらい、36度くらい、ちょうど人肌くらいのお湯をですね、これ4つ用意してます。でこれずっとですね、これ35度なのかよな、温度がどんどん下がっていくので、とりあえずですね、このまず1煎目人肌くらいのお湯を入れていきましょう。こうね、注ぎます。で、蓋をせずにですね、お茶の葉っぱが開く様子をですね見ながら、ちょうど1煎目これくらいのいい時やなっていう時に入れていきますね。玉露の場合いろんな入れ方があるんですよ。1対1、お茶の葉っぱ1に対してお湯が1でうまみをギュッと出す方法、大体今の入れ方がそれに近いんですが、そういう入れ方もあればお湯の量を少し多めにして飲みやすい濃度にするっていう方法もあったり、このお茶によってその飲む時の気分によって変えていくという方がいいんですが、今回はですね玉露特有のうまみをギューッとですね出して、それを引き立たせるためにお湯の量を少なくした状態で出していきます。こうね、乾いてる部分がねあるんですけども、これは2煎目以降もね結構美味しく出せると思うんですよ。というのはそこの部分がまだお湯が当たってないんで開いてないですからね。これもうちょっといい感じかな。1煎目出していきましょうか。まずはいい色ですね。この宇治の玉露の特徴として透明感あふれる、濁りがない、そして白っぽいというかね、あまり緑っていうのが
してないお茶の方がまあいいんじゃないのかなって個人的には思ってるんですが、ちょうどねそれに近い状態で出せてます。で2煎目以降もしっかりとね美味しく出すために最後の一滴までしっかりと出していきます。この時にね振りたい気持ちもあるんですけども、振るとねお茶の葉っぱが衝撃が当たるんで苦みが出やすいんじゃないのかなと思って、これはじっと待つ方法をですね、僕はお勧めしてるんですけども、ちょっといいくらいかな、ちょっと蓋を開けて、ほらまだ乾いてる部分がありますね。でもいい感じ、気持ちこっちの方が濃いように見えるんですけども、同じように入れたはずなんですけどね。じゃあいただきます。うまい。うまい。ちょっと濃い方がうまいかな。同じように入れてるんですけども、こっちの方が美味しいです。なんでやろう。まあそれはねまた次の機会にするとして、大事なのはここからですよ。お湯の温度をですね上げる状態、これだいぶ、これが30、33度ぐらいまで下がってきてますね。より下がってきてるな。それに対してよっ、これもこれちょっと温度上がってますね。40度。もうちょっと温度上げたいな。もうちょっと温度上げたいんで、ちょっとよいしょ、ポットのお湯をね、足してより熱くお湯の温度を上げていきましょう。よっ、どれくらい上がったかな。50度、60度、60度、これ上げすぎやな。ここら辺の加減がねちょっと難しいな。あまり上げるとねよっ、苦くなるのは分かってしまうんで、だいぶ下がってきたな。54度、53度、52度、52.5、52、51.8、51、51.6、こんなもんかな。見えますかね、これくらい。はい、じゃあこれとさっきのお湯の温度30、39、38、37、36、どんどん下がるな。これちょっと下がりすぎやな。35、34.9、なかなかね難しいよね、ここら辺のこの調節が。よっ、ちょっと入れ替えましたけども、こんなもんかな。36点、36.6、いたほどこんなもんかな。じゃあこっち1煎目と同じくらいで、こっちが10度くらい上げた分ですね入れます。で1煎目でお茶の葉っぱがほぼ開いてるんで、2煎目以降はできるだけですね時間を置かずに注ぎましょう。2煎目はちょっとね1煎目に比べて緑色がしっかりと出てますね。で濁りもほのかに濁りが感じられます。でしっかりとこれも最後の一滴まで注ぎます。見た感じ
お湯の温度が高い方が、ちょっと濁りもきついかな。両方とも多少は濁ってるんですけども、よりね濁りが強くしっかりと見えますね。2煎目、見た感じはあんまりね違いがないです。じゃあ2煎目の同じ温度、1煎目と同じ温度のやつを飲んでみます。甘いけども、濃度感は一気に薄れましたね。薄い。で、濃いやつ。濃いやつちゃうわ。温度が高いやつ。10度くらい高くしてるやつ。これも1煎目に比べたら若干薄いですが、しっかりとね、同じ温度で入れたやつに比べて味がちゃんと出てます。ただちょっとね渋みも感じられます。2煎目も同じ温度で入れたやつは渋みは感じないんですね。渋みは感じないけども、薄い。純粋に薄い。なので2煎目も同じ温度で入れる場合はちょっと時間は長く置いといた方がいい感じですね。俺そうしたらいけるのかな。すぐ出すんであれば、2煎目は10度上げた方がいいですけども、味としたら2煎目も同じ温度の方がいいですね。3煎目、じゃあ3煎目も入れていきましょう。だいぶねこれ冷えたかな。34、だいたい人肌くらいで入れるとね、味ってそんなに急激にむちゃくちゃ悪くなることはないですね。玉露の場合はあまりお湯の温度を上げない方がいいんかな。なかなか難しいところではあるんですけども、3煎目、40度、50度、60度、60度ですね。熱いのはもう10度上げます。60度、53、54、54、54、50、50、ちょっと上がらへんな。難しいな。ちょっとこれちなみに今ポットは90度くらいなんですよ。だからあまりね入れると58、60、61、61、61.8、61.8、61.7、こんなもんかな。見えるかな。OKOK、これ熱い方ね。でお湯の温度が低い方は41.5、39.1、38.4、37.4、36.1、下がるなよ。35.1、下がる。35.3、もうこんな前な。35.3、はい、わかりましたかね。OK。じゃあ3煎目入れます。よいしょ。じゃあどうしようかな。ちょっとだけ気持ち長く置いときましょう。同じ温度のやつを。で温度上げたやつは速やかにね出した方がいいと思うんで、こう注ぎます。2煎目に比べて見た目は若干また濁りが増えたかなっていうくらいで、そんなにね、すごい違いっていうのはない気がしますね。でち
ちょっと時間を置いて注いだやつ。あーでも見てください。見えるかな。3煎目同じ温度で入れたやつは色が透明感がまだ残ってる状態ですね。これが薄いと見るか、それでもしっかり濃度が出てるかって見るかはちょっとどうなんでしょうね。飲んでみるの楽しみです。 OK、 こんな感じ。まだ見た感じもね、若干そんな変わらないような気もしますね。まず同じ温度のやつをいただきます。やっぱりじっくり置いたからうまみ甘みというのがまだ残ってます。渋みとかがそんなにやっぱり感じられないですね。美味しい。そしてお湯の温度、今度60度くらいで入れたやつですね。これはこれで美味しい。ちょっとね若干渋みを感じますが、2煎目が一番渋く感じましたね。なんでやろ。多分お湯の温度というかお湯の量と浸出時間がちょうど良かったのかもしれないです。同じ温度で入れたやつは全部一肌で入れてそれから出してるので、はっきり言ってね冷たいんですよ、その飲んだ感じが。なので熱いお茶が飲みたいっていう場合には全くもってね適してないです。ただすごく旨味とかがしっかり出るので、旨味とかを飲みたいなっていう場合はこうなんですが、でもね、1煎目のこの時のこの旨味、1煎目の旨味に対して3煎目の旨味があるかっていうとやっぱり明らかに減ってます。なので満足感というかね、飲んだ時の満足感はお湯の温度を上げていった方が徐々に最初は冷たい時のうまみ甘みのすごいインパクトがありますし、それが2煎目3煎目と上がってくることによってお茶の温度も飲んだ時の温度も上がってきますので、なんていうんやろ、安心感っていうのがあるんですよね。あ、お茶やっていう。ただこれくらい3煎目になっても玉露なのですごく美味しいんですよ。その苦味渋みとかあまりバーンって出るわけでもなく、ああすごいいいお茶飲んでるわっていうそういう満足感があるんで、同じ温度でずっと出してうまみ甘みが徐々に減っていくっていうものよりはちょっと味を変えていくというか温度を変えていくことによって感じ方を変えていった方が、もちろんそれによって苦味渋みっていうのが出るんですが、せやな。でも2煎目このお茶で言うと2煎目も1煎目と同じくらいで入れた方がいいような感じがしますね。1煎目が40度くらい、2煎目も40度くらいで、3煎目がグッと上げて60度くらいに一気に上げるっていう風にした方が多分美味しいと思います。なのでもちろんですね徐々に上げていった方がお茶の味の変化も楽しめるのでいいんですが、どのように上げていくかっていうのはお茶によって変えていった方がいいような気がします。
特に今回この玉露の場合は1煎目まだ乾いてる状態があるくらいお茶の量が多かったんで、2煎目も1煎目と同じくらいの味わいが出しやすかったんですね。でその時のお湯の温度を上げてしまうと、その初めて当たったところが熱いお湯が当たる、熱いって言っても50度なんですけども、そういう温度が当たるよりも1煎目と同じくらい40度くらいのお湯が当たった方が2煎目もうまみが出たので、このお茶に関して言うと、1煎目2煎目はお湯の温度はそのままで3煎目以降お湯の温度を上げていくという形にした方が美味しく、いただけるという結果になりましたね。面白いな。お湯の温度同じやったらやっぱりあんまり物足りなくなっていきますね。特にこういう玉露などうまみが強いお茶に関して言うと特にそれは言えるのではないでしょうか。こういうふうにしてね、お茶って入れ方はパックの後ろに書かれてある通り入れる必要っていうのは全くないと僕は思ってるんですよ。なので自分の中でこうやって試行錯誤してですね、どういうふうにしたら1煎目が美味しくいただけるのか、で2煎目3煎目どういう温度帯に上げていったらより自分の好みに近づけるかっていうのも含めてですね、いろいろ実験する方が、より美味しく自分の好みに近づけることができます。お茶面白いな。そういうことです。それではまたチャンネル登録ね、ぜひお願いします。